コメリ。コメリ。はい、皆さん、こんにちは。車の大辞典、カカカシノピーです。今回は、こちら、コメリ。しかも、一番話題になっていて、一番手に入りにくい商品、根こそぎドライクロス。こちらを使っていこうかなと思います。こちらは洗車後の拭き上げ用のクロスなのですが、僕がよく吸水力いいって言っているジーオンのシルクドライヤー。あの辺とかにも使われているドレッドヘア。イエローハットさんはツイストパイル折りと言ってるんですが、その形状のタオルです。で、大きさが 90×40。で、お値段が1480円。安すぎ。安すぎです。実際ちょっと開けてみようかな。こんな感じで箱に入っております。なるほどね、なるほどね。これは安すぎだわ。ちなみに、この間やったイエローハットの吹き上げ用クロス、かなり安いと言いました。同じようなものでいくと、極厚クロスだっけな。これが 90×40。同じ大きさですね。で、両方とも両面、このツイストパイル折りになっております。なので、一番比較しやすい商品なんですが、こちらイエローハットのもの、お値段が2480円。コメリ1480円。1000円違うんですよ。もう価格戦争勃発。さらに下に行きます。これはね、もう正直ね、レビューする必要もないと思います。っていうのも、このタイプのタオルは、どれも吸うんですよ。だから、レビューする必要はないと思うんですが、一応使ってみようかなと思います。ちなみに、この 90×40 っていうサイズね、僕はね、あまり好んで使わない大きさですね。僕がよく使うサイズでいくと、シルクドライヤーの M、これが 90×70 かな。このサイズを僕はよく使います。っていうのも、僕結構折ってふわっと投げて引くみたいな動きをするんですよ。ってなった時に、折った時のサイズ感がすごいちょうどいいっていうのもあって、僕はこのサイズをよく使うんですが、今回コメリで購入したのは 90×40 ですね。このサイズ感ね、僕あんま使わないんですが、この値段なら全然いいでしょうとは思っています。ちなみに重さで言うと、ちょっと根こそぎドライクロスの方が軽いかな。で、違いもあります。これですね。端のところが、この縁みたいなのがイエローハットの方はあるんですが、ないです。端から端までこのツイストパイル折りになっております。端違うんですよね。シルクドライヤーも端違うんですよ。このタイプでいくと、これね、プロスタッフのモンスターだっけな、モンスターシリーズのクロスの手入れられるやつね。これも縁がないです。あと、大きいやつでね、縁ないやつあったんですよ。僕結構好きだったんですが、ワークスタッフにもこのようなタイプのクロスがありますけど、1480円ではない。とにかく安いです。そしたら実際にこの根こそぎドライクロス使ってみようかなと思います。はい、そしたら外にやってきました。この車で試していきたいなと思います。BRZ です。で、まずは水を拭き取れるのかどうかを見て、その後にタオル1枚でどれだけ拭けるのかっていうのを見ていこうと思います。そしたら最初屋根かなんかで分かりやすくどれだけ拭けるのかっていうのを見ていこうと思います。この検証ね、やる必要あるのかって思うぐらい、手のタイプのタオルって基本かなり吸水力があります。まず屋根濡らします。で、一応洗車してあるので、洗車ごと仮定してやっていきます。こんな感じですね。ほんでもって根こそぎドライクロス、こちらをパッと置きます。コツとしてはゆっくり引くことですね。あんまりパッと引いちゃうと水滴が結構残っちゃったりするので、ゆっくりこう、どうでしょう、拭けてますね。窓ガラスも拭いてみます。拭き筋とかはちょっと残ってるっていう感じもなく、かなりもうほぼですね、一滴も残らず、もうタオルが触れてれば水滴は残らないです。すごいよね。ちょっと近い距離で撮ってみます。乗っける。で、ゆっくり引いてくる。重さもいいね。重すぎない。ちょうどいいです。リアの窓ガラス拭いてみます。この車ね、大きさはちょうどいいんですよ。こんな感じ。けどやっぱ濡れてくるとダメだね。今後半怪しかったですね。拭けております。十分です。検証は終わりですっていうぐらい十分拭けてます。そしたらバンパーないんですが、1台拭くってなると根こそぎドライクロス1枚で足りるのかどうか試していきます。今日日が出てないからちょうどいいです。 OK。 そしたら一応2枚買っといたので新しいやつで拭いていきます。
で、基本的に僕はこういったクロスは大きいやつ2枚用意してます。2枚用意する理由としては、平らな面っていうのかな、ボンネットだったりルーフとかそういうところを1枚で拭くとかなりびちょびちょになってくるので、側面を違うタオルで拭くっていう形で2枚用意してることが多いです。可能であれば3枚欲しい。とりあえずこれ1枚でどれだけ拭けるか試してみます。ほんと細かいところはね、他のもので拭くっていう形になるんですが、一旦ざっくりどこまで拭けるか。もうだいぶ吸ってるね。けどまだいけそう。これ面変えずに今こういう形で拭いてたんですが、この後半ね、やっぱここに水が溜まりやすいんですよ。奥側ね、僕の場合はこういう風に拭いてって、手前もそうなんだけど、端がね結構濡れやすいです。まだだけど同じ面でいけるな。いけそうだけど、やっぱだいぶ怪しくなってくる。ちなみに水が含んでくると、こうやってゆっくり引いていっても引き筋みたいのが残ります。わかります？さっきまではなかったです。もう結構ね、限界に近いです。なのでそういった時は先ほども言いましたが、タオルの端の方が水含みやすいので、タオルを半分に折って端の方をあんま使わないように、真ん中ら辺を使うように拭いていくと、まだ結構拭けたりするんです。側面とかはこういった感じで真ん中を使うようにして拭いてってあげるといいかも。もう後半はね、あんまね動かすっていうよりかは、ちょっとこう押し当てる感じの方が引き筋は残りにくい。やっぱどうしてもパッと動かした時に、気になるほどは残ってないけど筋になりやすかったりする。吸う感じ、スポンジっぽく使えばまだ結構拭けます。こうさっさこう拭いていっちゃうと筋になっちゃうから、後半はねなるべくスパスパ動かさないような感じで拭いてってあげるといいと思います。けどもうだいぶ濡れてきました。この辺も行きたいけど、折ったところがかなり組んでるので拭けないことはないね。やっぱ1枚じゃきついね。よいしょ。細かいところは一応残してざっくり拭き終わりました。結構ねびちゃびちゃなんですよ。もう無理だね。マックスでね含むとねかなり拭けないです。最初の方濡れてない状態はかなり吸水するけど、含み終わったらっていうのかな、そうするともうほんと結構びっちゃびちゃなので、かなり厳しい状態になるっていうのが、このタオルの特徴なんですが、吸水力は半端ないですね。でちなみに BRZ、1台拭いてかなり水含みました。もう使えないんじゃないかぐらい含んでおります。でこれを絞るってなった時に、やっぱこれもね絞れるけど、微々たるもん元の吸水力に戻るっていうことはないので、もう乾かして他の新しいやつを使った方がいいと思います。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、コメリの根こそぎドライクロスという吹き上げ用のクロスを使ってみました。で、過去に、こういった吹き上げ用のクロスいろいろ使っています。で、吸水力がね、全然ないなっていう商品に出会ったことないんですよ。このツイストパイル生地っていうのかな、こういうちょっとドレッドヘアみたいなやつでね。なので、動画で実際にどれだけ吸えるかなみたいなやる必要もないのかなと思っていたぐらいなんですが、念のため今回実際にね、1枚でどれぐらい拭けるのかとかもやってみました。で、BRZ1 台が結構ギリギリきついかなっていうぐらいです。ちなみに車の方は結構撥水している車なので、撥水していない車だったらもっと厳しいのかなと。2枚ぐらいはね、持っておいた方がいいのかなと思います。で、評価的なところでいくと、申し分ないです。十分です。吸水力はもちろんのこと、一番ネックだった金額の部分ですよね。イエローハットでも相当安かったのに、さらに安い1480円。これ1480円で買えるんだったら、2枚買っておいていいと思います。で、個人的にはこのサイズよりかは90、70ぐらいのサイズが好きなので、って感じなんですが、けど金額考えればもう十分だと思います。なので、こういったツイストパイル生地の吹き上げクロスですね。欲しかったけど、ちょっと手が出ない
って思ってた方、コメリ1480円です。ぜひ購入してみてください。って言ってもね、もうすぐ売り切れるから売ってないんですよ。安いんだけど売ってない。それぐらいね、金額も含め性能もね、素晴らしいものだと思います。あと、コメリあんまないんですよね。あ、そう。ツイッターでちょっと教えてもらったんですが、今 X なのかな、コメリのホームページかなんかで、なんかその在庫確認みたいなのができるらしいです。なので、実際に行く前に、そのネットでね、あるかどうかっていうのを確認してから買いに行った方が確実だと思います。なので気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。